こんにちは、チャイコと申します。チャイコと申します。あれ、今回はいつもと違う BGM で始まりましたね。この音楽はもしかして。はい、そうです。今回はジャストダンスナウについて解説します。このチャンネルでジャストダンスナウを取り扱うのは初めてですよね。はい、私たちもジャストダンスナウについては気が向いた時にたまにプレイするぐらいであまりよくわかっていなかったんですよね。でもジャストダンス系 YouTuber として一度はこれに触れておかないといけないと思って今回取り上げることにしました。おー、いいですね。ではジャストダンスナウとはどういうゲームなのかということから紹介していきましょう。ジャストダンスナウは私たちがいつもプレイしているジャストダンスシリーズの一つです。通常のジャストダンスがこれらのゲーム機を使用してプレイするのに対して、ジャストダンスナウはスマートフォンとインターネット接続ができる画面があればプレイできます。インターネット接続ができる画面とは何かというと、こちらです。パソコンやタブレット、それにスマートテレビですね。こちらは公式サイトに載っている対応デバイスの一覧です。情報が古いのか、ブラウザーのところにインターネットエクスプローラーと書いてありますが、エッジでプレイできます。あとは、Windows の PC では Google プレイゲームのアプリでプレイすることもできます。これらの機器にゲーム画面を表示させて、スマートフォンをコントローラーとして使用します。なお、通常シリーズのような全身の動きで採点をしてくれるカメラコントローラーの機能はなく、右手の動きだけで採点をする方法のみになります。どんな曲がプレイできるのかというと、これまでの歴代の通常シリーズに収録されていたマップたちで、現時点での収録数は約450、毎月数曲ずつ増えているようです。収録曲のイメージを図で表すとこんな感じです。大部分はジャストダンスプラスに収録されているマップと同じです。あとは2023、2024、2025エディションの一部のマップ、あと、わずかですが、ジャストダンスプラスには収録されていないけどジャストダンスナウではプレイできるというマップもあります。現時点でジャストダンスナウでプレイできる2023、2024、2025エディションのマップはこちらです。2026エディションのマップはプレイできませんが、将来的には追加される可能性はあります。また、ジャストダンスプラスには収録されていないけど、ジャストダンスナウでプレイできるマップはこちらです。例えば、オースティン・マホーンやコパカバーナなんかは、ジャストダンスプラスにはない曲で、アバのダンシングクイーンは、プラスに収録されているのとはまた別のバージョンがジャストダンスナウでは踊れるんですよね。はい。あとはキッズ向けのマップが、ナウの方にはたくさん入ってますね。他には、この動画を見ていただいている方の多くが気になるであろう点として、J-POP は、毎度おなじみの初音ミクの3曲が収録されています。あとは UBI ソフトがオリジナルで制作した日本語の曲もあります。それと、K-POP はこちらの8曲です。難易度がエクストリームの難しめのマップが多いですね。はい。本格的な K-POP のダンスを楽しみたいという方には、ぜひ挑戦していただきたいラインナップですね。では続いて、ゲームの始め方と料金について説明します。まず、Google プレイ、もしくは App Store からジャストダンスナウのアプリをスマートフォンにインストールしてください。通常シリーズで使用しているジャストダンスコントローラーとは別のアプリですのでご注意ください。では、アプリを開いてみます。私の場合は Android のスマホを使用していますので、Google アカウントでログインしている状態になっています。ここに100という数字があります。これはコインの数で、1日に1回、100コインが無料でもらえます。そして、その下では時間がカウントされていますが、これは、あと22時間後にさらに100コインが付与されますよ。という意味です。コインは最大200まで貯めておくことができます。なので、22時間後に100コインが付与されたら、それ以上は増えません。では、このコインは何に使うかというと、100コインで1回、ジャストダンスナウのマップをプレイすることができます。200コインが溜まっている状態なら、マップを2回プレイできます。で、コインを消費したら、1日後にまた100コインが付与される、という仕組みになっています。1日につき1マップは、無料で遊べるようになっているんですね。はい。そして、それ以上遊びたいという場合は料金がかかります。まず、VIP パスです。1日、1ヶ月、3ヶ月、1年の4種類があり、パスを購入するとそれぞれの期間、制限なく自由にプレイすることができます。なお、定期パスに関しては自動で更新がされるようですので、更新を希望しない場合は、定期購入停止の手続きが必要となります。このサブスクリプション形式のパス以外に、曲を購入できるソングパックもあります。これは一度購入すれば、その後は無制限でプレイができます。
この動画を撮影しているのが2026年3月ですので、これは現時点での内容になりますが、まず、アフターパーティー。これは無料で曲がもらえるみたいです。ですので、これを入手すれば、コインがなくてもいつでもプレイできるようになります。それと、ポップクイーンとパワージャム。これはそれぞれ3曲入りのパックになっています。あとは、ナイト・イン・ザ・シャトー・ド・ベルサイユの1曲だけが入っているパックもあります。では、せっかくなので、私たちもパスを購入してみましょうか。はい。どうやらポップクイーンのソングパックと30日の VIP パスがお得なセットになったものが買えるみたいなので、これを購入したいと思います。はい。購入できました。では、ゲームを開始しましょう。私たちは Windows のパソコンを使用します。Windows の場合、ブラウザで Just Dance Now のサイトにアクセスする方法と Google プレイゲームのアプリを使用する方法もあります。Google プレイゲームを使用する場合は、サイト上から Just Dance Now のアプリをインストールするか、Google プレイゲームのアプリを立ち上げて Just Dance Now と検索すると出てきますので、ここからインストールすることもできます。私たちはすでにインストール済みですので、ゲームを立ち上げたいと思います。ゲームを立ち上げると、画面にダンスルームの数字と QR コードが表示されますので、スマホ側のアプリで参加のボタンをタップしてください。そして自分が使用したいスクリーンが選択されていることを確認したら、ダンスルームナンバーを入力するか、QR コードを読み取ってください。そうすると、スマホのアプリとパソコンが接続されます。この状態でゲームをプレイしていきます。なお、2人以上で同時にプレイすることも可能です。その場合は、人数分のスマホを用意して、それぞれに Just Dance Now のアプリをインストールしてください。そして、1台目と同様に、ダンスルームに入ってください。なお、スマホのアプリはそれぞれ、別のアカウントに紐づいている必要があります。同一のアカウントに紐づいている場合は、どちらか片方しか使用できません。公式の FAQ では、プレイヤー数に制限はありませんと書いてあるんだけど、本当に何人でも大丈夫なのかな？ 10 人とかで同時にプレイしたら画面がどんな感じになるのか気になりますね。ね、めちゃくちゃ気になる。では、早速プレイしてみましょう。画面の操作はスマホ、パソコン、どちらからでもできます。チワワにしようかな。曲を選択したら、ダンスのボタンをタップします。次の画面で、コーチが複数人いるマップの場合は、踊りたいコーチを選択してください。また、ここで、オンラインの挑戦者と遊ぶを選択した状態にすると、世界のプレイヤーさんと自動でマッチングしてくれて、一緒にプレイすることができます。用意ができたら、ダンスのボタンをタップして、ゲームスタートです。スマホを右手に持って、コーチの動きに合わせて踊りましょう。あれ、ミュートになっちゃった。あれ、解除。採点方法は、通常のジャストダンスシリーズと同じです。画面の左側に一緒にプレイしている人のスコアが表示されます。お、チャイコさん調子良いですね。パーフェクト連発です。あれ、もう終盤ですけど、ここまで1回もミスなしじゃないですか？おお、フルパーフェクト。ジャストダンスナウでフルパは初めてじゃないですか？はい、自分でもちょっと驚いてます。踊り終わったら最終スコアが表示されます。あれ、フルパの割にはスコア低いですね。ですね。どこかでミスったのかな？映像判定お願いします。ミスってないですね。全部パーフェクト取れてます。採点厳しい。やっぱりスイッチで踊るのとは違いますか？違いますね。まずジョイコンとスマホでは大きさも重さも違うので、どうしても手の動かし方が変わってしまうのと、あとナウの方がパーフェクトを取るのが難しい箇所が多いです。今回はたまたまフルパーフェクトが取れましたけど、いつもはスイッチで踊る時よりもかなりスコアが低くなってしまいます。ナウだとメガスターを取るのも難しいマップが結構ありますよね。はい。スイッチに比べてハイスコアを取る難易度はかなり高いですね。それに、スマホの機種によって判定にばらつきがある気がします。試しに10年前に買った古い機種と、数ヶ月前に買った新しい機種とで踊り比べてみたら、新しい機種の方が良いスコアが出やすかったです。内蔵されているセンサーの精度によって違いが出てしまうんですかね？はい、おそらくそうだと思います。では、スイッチのジャストダンスと比べて、ナウの方が良いなと思う点はありますか？はい。私が一番良いなと思うのは、こうやって世界のプレイヤーさんと一緒にプレイができることです。
スイッチの方もオンラインマルチプレイがあるけど、プレイしてくれる相手を自分で探す必要があるので、スーパーハイパーウルトラ人見知りな私たち、というか動画の投稿主にとっては、ちょっとハードルが高いんですよね。その点、NOW は相手を世界中から自動でマッチングしてくれるので、気楽にプレイできて良いですね。はい、そうなんです。他には、マップをプレイして一定以上のスコアを取得すると、そのマップのコーチのアバターがもらえるので、集める楽しさがあります。通常シリーズでもアバターはもらえるけど、数が少ないですもんね。それに、このまん丸なアバター可愛いんですよね。このチワワのも超可愛いけど、私は初音ミクのマップのアバターが好きです。ミキちゃんは結構人気みたいで、使っている人をよく見かけます。ちなみに私が使っているこのアバターは、タイタニアムのマップのものです。この曲は以前はジャストダンスナウに収録されていたんですが、残念ながら今は消されてしまっているんです。なので今となってはもう入手できない貴重なアバターとなってしまいました。あとは期間限定で入手できるアバターもあるようで、この動画の編集をしているのが3月中旬、セントパトリックデーの時期なんですけど、それにちなんだプレイリストが登場していて、全曲プレイしたらこの緑のハットのアバターがもらえるというイベントが開催されています。獲得したアバターを使用したい場合は、このダンサーカードのページで設定することができます。アバターの他にも、ある条件をクリアするともらえる称号や、バナー、国旗をカスタマイズすることができます。他にNOWの特徴としては、各マップのタイトル画面に今週の最優秀ダンサー、一番高いスコアを取った人の名前が表示されます。なので、ここに自分の名前を載せることを目標に頑張るのも良いと思います。それとこのランキングのページでは、総合と週間、それぞれで一番たくさんスコアを取った人が掲載されます。スマホアプリだと上位200人、ウェブブラウザだと上位2000人まで表示されます。正直、ジャストダンスナウをがっつりプレイしているという人はそこまで多くはないみたいなので、ちょっと頑張れば、この週間ランキングに自分の名前を載せることはできると思います。あとは、私の場合だと Google のアカウントでゲームにログインしている状態ですが、UBI ソフトのアカウントに連携すると、ゲームのセーブデータを他のデバイスでも使用することができます。ただし、VIP パスはそれぞれのプラットフォームごとに購入する必要がありますので、ご注意ください。以上がジャストダンスナウの遊び方と特徴です。正直、通常のジャストダンスの方がプレイできるマップも多いし機能も多いので、ゲーム機を持っている人なら、こちらのジャストダンスで遊ぶ方が良いのかなと思います。ですが、ゲーム機を持っていない、けどジャストダンスをしてみたいという人には、ぜひ一度NOWを試していただきたいです。あとは実家に帰省した時とか、ゲーム機はないけど無償に踊りたい気分になった時なんかに、パソコンやタブレットがあればすぐ利用できるのは良いですよね。はい。では、今回の動画は以上です。少しでも役に立ったよと思っていただけたなら、高評価ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。で、チャイコさん、何やってるんですか？このマップ、今はジャストダンスナウでしかプレイできなくて、せっかくだから久しぶりに踊ってみようかと。そうですね。せっかくパスを購入したんだから、期限が切れるまで遊び尽くしたいですね。とりあえず、全マップのアバター獲得を目指しましょう。450マップ全部、1ヶ月で、はい。現状獲得できてるのが100もいってないから、あと350以上は残ってるよ。諦めたらそこで試合終了です。無理。絶対無理。はい、曲始まりますよ。待って。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。